それでは描画モードについての解説の後編です。前編を見ていない人はぜひ前編から見てください。前編では加算、乗算、オーバーレイト、明るくする描画モード、暗くする描画モード、コントラストを強くする描画モードの代表的なものを一つずつ詳しく解説しました。前編で描画モードが何たるか大体理解できたかと思います。前編の動画がためになったという方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは後編では他の描画モードを比較しながら紹介していきます。それではやっていきましょう。まず加算以外の他の明るくなる描画モードを順番に紹介します。計算式を見るとスクリーンって複雑なことをやってるんだなぁと思いますよね。この背景の画像はこのような風景写真を2つ重ねてスクリーンで合成した画像です。この式を見ても何が何だかわからないので覚える必要はありません。一応説明すると1から値を引くってことは色を反転するのと同じ意味なので1引く基本色とは基本色の反転、1引く合成色とは合成色の反転を意味します。基本色と合成色をそれぞれ反転して掛け算をしているので乗算で合成して最後にまた1引くとなっていますので画像を反転します。内部的にはこういう処理が行われているということです。今やったことは全く覚える必要がないですが大事なのはスクリーンを使うと結果どうなるのというとこです。結論から言うと画像をスクリーンで合成すると結果色は必ず明るくなります。暗くなるピクセルはありません。そういう意味では加算と似ています。加算と比べるために値のグラフを見てみましょう。左がスクリーン、右が加算です。役割としては同じ明るくする描画モードでご覧の通り加算の方が明るい部分の範囲が多いです。明るくする効果の強さはスクリーンは加算よりも弱く明るくなりすぎない自然なイメージで合成できます。加算と見比べてみましょう。先ほどの値のグラフで見比べた印象と同じ印象を受けると思います。やはり加算の方が強く明るくなっています。次は合成用に用意したこのような画像を重ねてみましょう。この画面は上半分が黒から白のグラデーション、下半分が RGB の画像です。これを先ほどの風景写真に重ねて変化を見てみましょう。加算とスクリーンで見比べてみます。すると下半分は加算とスクリーンで結果が全く変わりません。左上のグラデーションの黒が無効になっている部分も変わりません。変化は白の部分の出方が違います。この合成色である RGB のような数値が255や0の合成はスクリーンでも加算でも結果は変わりません。先ほどの比較した値のグラフを見ても合成色の値が極端に高い部分、合成色の値が極端に低い部分、それと基本色の値が極端に高い部分、基本色の値が極端に低い部分はスクリーンでも加算でも結果は変わらないのがわかります。これは2つのグラフの差分を赤くマーキングしたものです。黒い部分はスクリーンと加算で比べて同じ結果になる範囲です。変わっているのは中間の値であってスクリーンも黒が無効化されるのは加算と変わらないですし白が生かされる合成であるということは変わらないです。ということでスクリーンの特徴は基本的には加算と同じ使い方で合成により結果色は必ずそれ以上に明るくなります。ただし明るくなる効果はスクリーンは加算より弱くなります。スクリーンは加算よりも柔らかく明るくなるイメージです。この表は描画モードをまとめた表です。縦の列がそれぞれ明るくする描画モード、暗くする描画モード、コントラストを強くする描画モードに分けられていてこの範囲にまとめられた描画モードは上に行くほど画面に与える変化が強い描画モードです。比較のために値のグラフと同じ画像を合成した時の結果色を表示しています。下の6つの描画モードは特殊なので例外として説明します。
今説明したスクリーンは加算よりも画面に与える変化レベルが弱く、ちょうど乗算と対をなす描画モードです。値のグラフを見ればそれがイメージができると思います。前編で詳しく紹介したオーバーレイは基本色の数値によってスクリーンと乗算の処理を切り替える描画モードと説明しました。変化レベルとしてはスクリーン、乗算、オーバーレイが同等の強さと言えます。加算と同じ場所に配置したこの覆い焼きリニアの説明ですが、実は覆い焼きリニアと加算は同じ処理を行う描画モードです。覆い焼きリニアは加算の Photoshop 用語だと思ってください。Photoshop との互換性のため用意されています。Photoshop には加算という描画モードがないため、AE 内で描画モード加算にしたレイヤーは PSD ファイルとして書き出すと、描画モードは最も類似した Photoshop 描画モードに変換されましたとアラートが出て、加算は覆い焼きリニアに変換され書き出されます。そしてクラシックと書いてある描画モードが3つあります。これは After Effects 5.0 以前の処理方法なので、旧バージョンのプロジェクトとの互換性を維持するために用意されている描画モードです。通常はクラシックがついていない方の描画モードを使用しましょう。次は覆い焼きカラーの紹介です。覆い焼きカラーの効果を再現すると、合成色を反転して基本色に助算で合成するのと同じ結果が得られます。ということになりますが、計算式は置いといて、覆い焼きカラーを使うとどうなるか見ていきましょう。結論から言うと、これも加算とよく似ています。そして覆い焼きカラーは加算よりもコントラストが強くなります。値のグラフを見てみましょう。グラフを見ると加算と非常によく似ています。値が足して255以上になるこの範囲は加算と同じように白飛びになっています。大きな違いは基本色が暗い部分。ここのエリアが暗くなっていることです。加算もスクリーンも全てのピクセルで暗くなるピクセルがなかったのですが、覆い焼きカラーのこの基本色が暗い部分はどうやら暗くなるようです。見てみましょう。描画モードを覆い焼きカラーに変えます。覆い焼きカラーは明るくする描画モードですが、基本色が暗い時は例外で結果色が合成色より暗くなることがあります。スクリーンに変えても加算に変えても合成結果は必ず明るくなります。この点が覆い焼きカラーは違います。この画面は同じ画像を覆い焼きカラーで合成しています。加算と見比べてみましょう。先ほどの値のグラフで受けた印象同様、明るい部分は加算と同じように明るいですが、基本色が暗い部分は合成後暗くなるので、コントラストがはっきりして加算よりもビビッドな印象になります。受ける印象は加算よりも変化が大きい印象を受けます。覆い焼きカラーは加算の暗い部分を占めたようなイメージになります。白が活かされる合成であるということは変わらないです。加算と見比べてみると一目瞭然。基本色の黒が無効化されないで活かされているところが特徴です。なので使い方はビビッドライトに近いイメージです。覆い焼きカラーは加算よりも画面に与える変化が強いので加算の上に配置します。次は明るくする描画モードの中でも特殊な比較明るいの紹介です。これを見てください。比較明るいの合成は基本色と合成色のより明るい数値が結果色として使用されます。この場合 R は237と70を比べて数字が大きい237の合成色の数値を使用し、G の数値も137と49の大きい方137が使用され、B の数値は47と160で、基本色の160が結果色に使われます。合成色、基本色の RGB ごとの数値を比較して、それぞれ大きい数値を選ぶので、結果色は必ず明るくなります。そしてこの画面でわかることは RGB のバランスが大きく変更される可能性があるので、画像の合成に使うには予想がつきにくく、
扱いにくい描画モードということです。そしてこの画面は同じ風景の画像を比較明るいで合成しています。しかし比較明るいで同じ画像を重ねても合成による変化はありません。どのピクセルをとっても RGB の数値が同じピクセルが重なっているので合成による変化がありません。カラーバーを重ねて結果を見てみましょう。比較明るいは RGB の数値のそれぞれ大きい方を選びます。真っ黒は RGB の数値が全て0のため、数値が使われることはないため無効化されます。逆に真っ白は RGB 数値が255なので、必ず使用されるので白は活かされます。加算やスクリーンと同様の明るくする描画モードの特徴が出ています。比較明るいの便利な使い方としては、合成色にブラをかけて比較明るいで合成するとグローのような効果を得ることができます。これはブラをかけたことで合成色がグロー部分、基本色がコア部分の役割を果たし、比較明るいでは画面がほんのり明るくなるためグローのような表現になります。スクリーンや加算などに変えると画面は明るくなりすぎてしまいます。ぜひ便利なので使ってみてください。次は同じ比較系の描画モード、カラー比較明るいを紹介します。カラー比較明るいは比較明るいの仲間です。比較明るいが各 RGB チャンネルごとに比較して明るい数値を選んだのに対して、このカラー比較明るいの場合、基本色、合成色の RGB すべての数値を足した合計が大きい方、つまり単純に基本色と合成色の明るい方の画像を使用するという描画モードです。この描画モードはピクセルごとに基本色、合成色のどちらかを選択するだけであって、色が合成により全然別の色に変わってしまうことがないです。この画面は同じ風景の画像を合成しています。この描画モードも基本色と合成色を比較して選ぶので、同じ画像を重ねて合成しても何も起こりません。カラー比較明るいはこのように何も考えずに写真を重ねてもまともな絵を作るのはとても難しいです。カラー比較明るいは基本色か合成色どちらか明るい方を選択するので、合成色は活かされるか無効化されるかのどちらかです。黒いところは選ばれないので無効化されます。逆に白い部分は必ず選ぶので活かされます。それ以外の中間色の部分が特徴的で、合成による色の変化は一切ないのではっきりとした結果が出ます。下の RGB の画像を見ても画像の合成に使用するのは難しいことがわかります。使いどころとしては、例えばこのヨガの映像とエフェクトを重ねれば人の影の黒い部分は使用されないためマスクのように使うことができます。合成による色の変化がないのが大きな特徴なのと、黒が選ばれないことを利用してマスクとして使用しています。比較系の描画モードは同じ画像を重ねても比較の対象の RGB 値が同じため合成による変化はありません。どちらも黒が無効化され白が活かされるという明るくする描画モードの特徴を持っています。写真の合成による変化を狙って扱うのは難しく、例に挙げた使い方を参考にしてください。定山以外の他の暗くする描画モードの説明ですが、焼き込みカラーは大焼きカラーの対になる描画モード、焼き込みリニアは加算と対になる描画モードという風に明るくする描画モードの効果とそれぞれ対照的な効果があると考えてください。合成によって受けるイメージも対照的なイメージになります。値のグラフがそれを表しています。暗くする描画モードは明るくする描画モードの説明の逆の効果があると思ってください。なので説明は簡単にします。まず比較暗いとカラー比較暗いを紹介します。先ほど紹介した比較明るいはこのように基本色、合成色の RGB の数値の大きい方を結果色に使いましたが、比較暗いはその逆です。それぞれ数値の小さい方を結果色に使います。
これはカラー比較明るいで合成した様子です。基本色、合成色の RGB の数値を足した合計が大きい方を使用したのですが、カラー比較暗いはその逆です。数値を足した小さい方の画像を使用します。計算式も MAX からミニマムに変わっていて、数値の小さい方を選択します。比較は明るいとカラー比較明るいとは逆で、黒が生かされて白が無効化されています。これは定山と同じ効果で暗くする描画モードの特徴です。比較明るいとカラー比較明るいが黒をマスクとして使っていたのに対して、白に近い明るい色がマスクとして使用できます。カラー比較暗いは合成による色の変化がないのが大きな特徴で、合成した水の映像の色がそのまま出ています。次は焼き込みリニアの紹介です。これも詳しい説明はもう不要だと思います。定山と同じ暗くする描画モードで、定山より変化レベルが強い描画モードです。対になる描画モードが加算なので想像できると思いますが、加算が白飛びしやすい描画モードに対して焼き込みリニアは黒つぶれしやすい描画モードです。黒が生かされて白が無効化されています。これは定山と同じ効果で暗くする描画モードの特徴です。加算と焼き込みリニアを比べます。値のグラフを見ると対になる描画モードだということがわかると思います。焼き込みリニアの計算式を見ると最後に1を引いています。この1というのは割合なので値に直すと255です。基本色と合成色を足して最後に255を引いているので、基本色と合成色の合計が255に満たないと全て黒になります。それがこの部分です。加算で言うと白飛びした部分にやっと色が残るという仕様です。結果色はとても暗くなり、黒つぶれしやすい描画モードだということがわかります。次は焼き込みカラーを紹介します。今紹介した焼き込みリニアと比べてみましょう。値のグラフを見てもわかる通り、よく似ていますが、基本色が極端に明るい部分は白が生かされています。暗くする描画モードは画像が暗くなるのと白が無効化されて黒が生かされるのが特徴ですが、焼き込みカラーの基本色が明るい部分だけは例外です。ここでは白が無効化されず白が生かされます。なので全体は焼き込みリニア同様強く暗くなりますが、基本色が極端に明るい部分は暗くならないため、結果色は焼き込みリニアに比べてコントラストが強い印象になります。次はコントラストを強くする描画モードを見ていきましょう。まずはハードライトの紹介です。その前にオーバーレイが基本色が 0.5 より小さいときは定山に、基本色が 0.5 より大きいときはスクリーンの処理をしています。なので基本色が暗いところはより暗く、基本色が明るいところはより明るくする特徴があります。前編でも簡単に説明しましたが、オーバーレイとハードライトの違いは、基本色の中間値でスクリーンと定山を使い分けているのがオーバーレイであるのに対し、合成色の中間値でスクリーンと定山を使い分けているのがハードライトです。条件が基本色の値で見るか合成色の値で見るかの違いで、画面に与える変化の強さはスクリーンと定山と同等です。次はリニアライトとビビッドライトの紹介です。リニアライトは合成色が 0.5 より小さいときは焼き込みリニアに、合成色が 0.5 より大きいときは加算の処理をしています。ビビッドライトは合成色が 0.5 より小さいときは焼き込みカラーに、合成色が 0.5 より大きいときは覆い焼きカラーの処理をしています。つまりオーバーレイとハードライト、リニアライト、ビビッドライトと順番に合成による効果が強くなります。共通して暗いところはより暗く、明るいところはより明るくする特徴があります。次はソフトライトの紹介です。計算式は紹介した描画モードの中でも最も複雑です。ただし全く覚える必要はありません。
合成色の中間値が無効化され、基本色の白と黒両方を生かす特徴があります。計算式の通り、合成色の中間値を基準にしているのはハードライトと同じですが、見える効果としてはオーバーレイによく似た効果です。明るいところはより明るく、暗いところはより暗くなる。コントラストを強める描画モードですが、オーバーレイと比べて効果が弱くなります。少しだけコントラストが上がる描画モードと覚えると良いでしょう。次はピンライトの紹介です。値のグラフを見ると今までにないような変化のグラフになっています。ですがよく見るとピンライトは合成色が 0.5 より小さい場合は比較暗いの処理、合成色が 0.5 より大きい場合は比較明るいの処理をしています。比較明るいと比較暗いの処理を使い分けています。なので比較系の描画モードなのでピンライトで同じ写真を重ねても変化がありません。ピンライトの処理の計算式は合成色が 0.5 より小さい場合、基本色と合成色を2倍した値の小さい方を選びます。合成色が 0.5 より大きい場合、基本色と合成色引く 0.5 を2倍した値の大きい方を選びます。という処理を各ピクセルで行っています。実際に合成してみましょう。これは適当な色をピンライトで合成している様子です。計算式に当てはめてみましょう。合成色の R は32なので 0.5 より小さいです。なので基本色の R と合成色の R の2倍した数値を比べて小さい方を選びます。なので合成色の R の2倍の64を選びます。合成色の G はちょうど基準となる 0.5 なので無効化されます。なので基本色の150が使用されます。そして合成色の B は192で 0.5 より大きいので、基本色の B と合成色の B-0.5 を2倍した数値を比べて大きい方を選びます。つまり128が使用されます。ピンライトはこのような処理が行われています。合成色を白にしてみましょう。白は RGB が 0.5 より大きいので、基本色と合成色引く 0.5 を2倍した数値を比べて大きい方を選びますが、255より大きい数値はないので必ず使用されます。合成色を黒にしてみましょう。黒は 0.5 より小さいので、基本色と合成色の2倍したものを比べて小さい方を選びますが、0より小さい数字はないので必ず使用されます。このように合成色の白と黒は両方活かされることがわかります。そしてこれが合成色の値が基準の値の128を使用した時の様子です。合成色が無効化され、基本色がそのまま使用されています。カラーバーを合成したものを見てみましょう。合成色の白と黒は両方活かされ、中間値が無効化されています。コントラストを強くする描画モードの特徴が出ています。ピンライトは比較系の描画モードなので合成結果を予想することが難しい描画モードです。次はコントラストを強くする描画モードの中でも特殊なハードミックスを紹介します。これは平面をハードミックスで合成した様子です。合成色の RGB 各チャンネルの値を基本色の RGB 値に足し算して合計が255以上のチャンネルは255になり、合計が255未満のチャンネルは0になります。なので結果色の RGB の値は0か255のどちらかになります。これにより色の種類は黒、白、赤、緑、青、黄色、マゼンタ、シアンの8色に単純化されます。値のグラフを見るとわかる通り、足して255以上になるエリアが255に、それ以外は0になるということです。見ての通り中間値がなく、コントラストが振り切ったイメージになります。同じ風景の画像をハードミックスで2枚合成すると、確かに先ほどの8色しか使われていませんが、意外に絵として成立しています。
カラーバーをハードミックスで合成すると、合成色の黒と白は両方活かされ、コントラストを上げる効果が極端に強いイメージです。ピンライトもハードミックスも特殊な描画モードなので、なかなか使うことがないかもしれません。やはり画面に与える変化が大きいものや特殊な計算がされて結果色が予想できないような描画モードは使用頻度は低いです。この表で言うと、画面に与える変化が緩やかで扱いやすい、このあたりが最もよく使う描画モードだと思います。ここまで紹介したものがメインの描画モードとなります。残りの描画モードを紹介していきます。ここからは使用頻度がぐんと下がると思いますが、理解すれば便利な使い方もあるので紹介していきます。色を反転させる描画モードを4種類紹介します。正直このグループの描画モードを私はほとんど使用したことがありません。まずは差。描画モード差の使い方は何といっても合成色と基本色の違う部分を抽出できることです。計算式は基本色と合成色を比べて大きい方を引く小さい方の計算をします。この計算式を見ると結果色を黒にすること、つまり0にするには合成色と基本色の RGB がそれぞれ同じ数値にならないとありえません。合成色と基本色が完全に一致しないと真っ黒にはなりません。その特徴を利用して合成色と基本色の違う部分を抽出できます。このように合成色と基本色が同じ部分は真っ黒になります。この画面の右上に黒になっていない部分があります。この黒になっていない部分が合成色と基本色の差分です。合成色と基本色の違う部分を抽出できます。値のグラフを見ても合成色と基本色が近い数値であればあるほど黒くなっています。カラーバーを合成してみましょう。カラーバーの黒い部分が無効化して白い部分は色を反転させます。画像の合成に使用するのはなかなか難しいのかなと思います。除外は今紹介した差とよく似た描画モードです。ですが差のように同じ画像を重ねても真っ黒にはなりません。これは値のグラフを見てみるとよくわかります。黒い部分が無効化して白い部分は色を反転させるところも同じです。差が基本色と合成色の数値が近い部分で黒になる分、差より合成後コントラストが弱くなるイメージです。続いては減算の紹介です。計算式は基本色引く合成色と単純で、同じ画像を合成した場合の挙動は差と同じで真っ黒になりますが、基本色の値が合成色の値より小さい場合、同じ画像でなくても真っ黒になってしまうので、差と同じように異なる部分を抽出することはできません。それは値のグラフを見てもよくわかります。基本色が合成色より小さい値の部分は黒になります。数値が減るので画面は必ず暗くなります。カラーバーの合成では合成色が黒い部分が無効化されて、白い部分は反転され黒として活かされます。合成に使用するというより RGB の要素を取り除くのに使用すると便利です。減算は単純に値の引き算なので、この合成では基本色から青の要素を128だけ減算させています。画面では水色の平面から青みが減算され、結果色は緑色になっています。除算は割り算ですが、計算に使われるのは0から 1.0 の割合なので、数値は必ず増えるので画面は必ず明るくなります。除算は減算と対照的に合成色の黒いところが白く反転されて活かされます。値のグラフからわかる通り、合成色の値が基本色の値より小さい範囲は白飛びしています。いかに除算が白飛びしやすいかがわかります。カラーバーを合成しても合成色の白いところが無効化されます。白は割合で言うと1なので、割り算は1で割っても結果は変わりません。なので白を除算で合成しても無効化されます。
色を反転させる描画モードを4つ紹介しました。どれも色が特定の条件で反転してしまうので、写真の合成に使用するのはなかなか難しいことがお分かりいただけましたでしょうか。次は色相サイド、輝度を使う描画モードの紹介です。まず輝度から紹介していきます。この色相サイド、輝度を使う描画モードは、色相サイド、輝度を基本色と合成色のどちらかを使用して結果色を求めます。例えばこの描画モード輝度の場合、色相とサイドは基本色の色を使用して、輝度は合成色の色を使用して結果色を求めます。この平面の合成を見ればわかります。合成色と結果色の輝度が 24% で同じになっています。合成色を適当に変えてみても、基本色の色相とサイドを使用しながら、輝度だけは必ず合成色の値を使用しているのがわかります。明度と輝度の違いを簡単に説明すると、こちらのカラーバーの下の段の RGB は明度 50% の色です。明度に変換すると 50% グレーになっています。これを輝度に変換するとこのようになります。明度がその色の明るさの度合いを示すのに対し、輝度とは色によって人間が認識する明るさの違いを考慮した値です。赤、青、緑の三原色だと緑が明るく感じ、青が暗く感じるという色が本来持つ明るさを考慮したものが輝度です。描画モード輝度の便利な使い方としては、ここに5色の配色パターンがあります。これを色相を変更します。色相を青系に変更しました。比較のために右側に元の配色パターンを表示しておきます。輝度を維持して色を変更したかったのですが、色相を変更すると明度は維持しますが輝度は維持されません。青系は輝度が低いので暗い印象の配色パターンになってしまいました。これに元の配色パターンを上にかぶせて描画モード輝度で合成すると、輝度は合成色のものを使用しますので、輝度を元の配色パターンに合わせることができました。描画モード輝度を使用すれば合成色で輝度を簡単にコントロールできます。他の描画モード、色相、サイド、カラーについても同じような使い方ができます。比較すると、描画モード色相は合成色の色相を使用して合成できるので、合成色で色相をコントロールできます。描画モードサイドは合成色のサイドを使用して合成できるので、合成色でサイドをコントロールできます。描画モードカラーは合成色の色相とサイド2つを使用して合成できるので、合成色で色をコントロールできます。輝度で説明したような使い方ができるので、ぜひ使ってみてください。次はアルファやルミナンスを使う描画モードの紹介です。このカテゴリーの描画モードは、描画色がその下のすべてのレイヤーのマスクとして使用することができます。やってみましょう。背景のイラストの上にパンダのイラストのレイヤーが重なっています。右側にパンダの輝度情報とアルファ情報を表示しています。パンダのレイヤーの描画モードにステンシルアルファを適用すると、パンダの形に切り抜かれました。ステンシルアルファを使用すると、合成色が持っているアルファチャンネルで下のすべてのレイヤーが切り抜かれます。シルエットアルファに変えてみましょう。するとパンダの形にくり抜かれ、先ほどと反転した状態になりました。シルエットアルファは合成色が持っているアルファチャンネルの反転マスクとして使用します。ステンシルルミナンスキーに変更してみましょう。これは輝度情報で下のすべてのレイヤーのマスクとして使用できます。白が 100%、黒が 0% として切り抜かれるため、体のグレー部分は透明になっています。シルエットルミナンスキーはその反転マスクとして使用できます。お気づきかもしれませんが、トラックマットのアルファマットとルミナンスキーマットによく似た機能です。最後にその他のアルファ追加を紹介します。アルファ追加はどんな時に使うか、
これを見てください。地図のポイントが赤と黄色に点滅するグラフィックです。30フレームで入れ替わっているのですが、この赤と黄色のポイントが入れ替わるちょうど間の15フレーム目。両方のポイントは共に不透明度 50% になっています。地図を見ると透けて大陸の輪郭が見えてしまっています。これは 50% のものの上に 50% のものが重なって 75% にしかならないので透けてしまいます。これはこのグラフィックに好ましくありません。点滅のたびにパカパカしてかっこ悪いです。こんな時にアルファ追加を使用します。アルファ追加を使用すると 50% の上に 50% が重なった場合、足し算をしてくれるので 100% になり、下の絵が透けなくなります。知っていると作業の時間短縮になるので便利な描画モードです。いかがだったでしょうか？描画モードについて一通り計算式など説明しましたが、難しく考えることはありません。明るくする描画モード、暗くする描画モード、コントラストを強くする描画モードについては、段階的に強さが変わっているということが今回計算式により理解できましたし、他の描画モードについても使いどころが理解できたと思います。実は種類が多く見えた描画モードも理解するとバリエーションはそんなにありませんし、自分が使えそうな描画モードも限定できたと思います。描画モードは簡単に画像を処理できて便利ですが、色数を狭めてしまう怖さもあります。加算などの描画モードもなかなか大胆な手法であることも今回理解してもらえたと思います。色調補正で色を細かく調整する場合と、描画モードで簡単に加工する場合と、うまく使い分けて使用してみてください。今回の動画はこれで終わりです。ためになった方はチャンネル登録と高評価をお願いします。長時間ご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。